入れてくれてるんですか？濃い。めっちゃ濃そう。混ぜるのないねん。あ、指ですよね。よし。ありがとうございます。ではでは乾杯です。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。いやね、濃いよ。うせや。ちょっと待って。出して出して濃いか。あ、うまい。うまい。今何時ですか？4時前。 4時前。素晴らしいですね。もうでも俺終わってる時間やからな。あ、普段も。うん、もう終わってる。今日は一応神奈川出張後で、なかなかクタクタで、ね、撮影に挑んでおります。いやーでもめっちゃ勉強になりましたね。めちゃくちゃ面白いですね。今日そう呼んでくれたで、呼んでいただいてありがとうございます。ここ一応中川内刃物の、中川聡さんのまあ事務所というかね、アトリエ、そうですね。事務所とゆくゆく展示室も3月にはできるかな。何用で作られてるというか。だから1回見学来られた方で、僕の包丁を使ってくれてる方のみしか入れない。まあギャラリーやね。まあ展示して、まあこれ欲しいって言われるんやったらまあまああ、なるほどなるほど。あ合えばね、その A とかもついてるやつがはいはいはい、好みがあるんやったらまあまあ販売もしようかなと。なるほど。まあそういう中川さんの事務所に今お邪魔しております。はい。でね、まあちょっと疲れましたね、さすがにね。いやー疲れたね。疲れましたね。ほんまに疲れた。2人で神奈川の根の日さんのところに、ちょっとなんやろ勉強会みたいなそうやね。行かしてもらって、僕ちゃんと根の日さん名前はずっと知ってたんですけど、こんな仕事の隅から隅まで見せてもらえて、いややっぱレベルめっちゃ高いです。めっちゃ高いね。めっちゃ高い。いやーあれは言ったら家事から刃付けからまで、一社でできるってすごい。あれはめちゃくちゃ刺激に受けて、でまあなんつうんやろな、でも僕がやっぱ得意みたいなところも感じたし、根の日さんの考え方を取り入れて、またレベルアップできるなと思ったし、ちょっと道具を教えてもらえたりとかもしたんで、ちょっとその辺なんやろ試しながら今までにない包丁を作っていけたらなと僕は思いますけど。やっぱあれ道具ってバフとかでも全然違うの？全然いやあんな細かい茶色のバフとかあんな初めて見たから。あれは僕らも持ってます。あ、そうなんや。白いのは結構多いんちゃいますかね。白いのはちょっと粗くって茶色くなってくるとその交番手みたいな。何がすごいって多い。種類がね。あんなに持ってない。僕らが茶色いやつ1個しか使わんので、それがだって壁一面ですよね。あれはすごかった。すごい。で見たことないやつもあるし、ちょっと当てさせてもらえたりとかして、これちょっともしかしたらすごい仕事をはかどるかもしれないみたいなあったし、マチクリのさペーパー柔らかいあれは普通なの？僕だから自分のやり方しか知らないんで、僕はペーパーじゃないですよ。僕は硬いバフでやってます。へえ。なんか PVA っていうのが主成分のちょっとがっちりそこをえぐり取れるみたいな感じのやつでやってるんで、根の日さん結構ぬっと丸くなってるんですけど、僕はそこちょっと角立てつつ指痛くないみたいな感じで仕上げる。そこはまあ別にカラーというか人によってのね。あれは堺でも一社欲しいね。いや根の日さんみたいなね会社。いやあれはっつったらちょっと失礼かもしれないですけど、もう社長あってのじゃないですか。まあそうやけど絵がすごいね。絵研究熱心が普通じゃないというか、なんなんやろAB テストどんどんやっていって、その数値を決めていくじゃないですか。あれ普通の感覚の人はなかなかできないですよね。もうこの1年以内には4月から始まって1年以内には雇うつもりなの？人ですか？そうですね。少なくても砥石交換までには1人どうしても欲しい。絶対無理やし1人で。そうなんや。まあやってるとこはありますけど、普通2、3日かかるんちゃうかな多分。1人やったら。
3日はから2日1日は絶対無理です。いやー人雇いですねやっぱり。絶対とかんと清水君のその腕の技術を増やしていかんと。そうですね、やっぱそのために独立したみたいなとこもあるし、まあ山木浜野さんでずっと働いてたら、4人入ったらカツカツやろうし、でも僕が独立して新しい工場開いて、どんどんねそこから2、3人例えば雇って、でその子がまた独立してくれたりみたいなことになったらね、それね、これが多分理想。ほんでまた盛り上がるんだ、刃物業界が。そうですね。それが竹風とかはそれが今もうやってるから、どんどんみんな独立していってるから。はいはい。そんな僕正直竹内さんあんま行ったことなくて、増えていってるとか。増えていってるね。女子職人さん。まあナイフビレッジとかにもその若い子らがまずみんな働いてるから、まあみんな共同して道具使って。結構若い人多いんですかやっぱり。多い。竹風は多い。黒崎さんとか見たらね。そんな竹風には黒崎さんがおって、堺には中川さんがいてますから。もちろんあれですよ。先輩方の有名な人レジェンドって言ってますけど、若手のホープとかもエースとか引っ張っていってるでしょ。ホープというか今までの職人の考えじゃあかんよっていうのを教えたいね、若い子たちに。ちょっと具体的にどんな感じか聞いて。いやもうだから職人はもう表に出んと働いとったらいいみたいな。やっぱ妬みされるし、上の人たちからね。そうなんですか。やっぱり言われるよ。なんかそういうしがらみというか、面倒くさい感じもちょっと楽しかったりしません？いやいいと思うね。言われてるってことは見てるってことそうですよね。認めてるから気にかけなるし、ほんまに興味なかったら絶対見えへんし、その人たちも絶対言いながら、なんか可愛いというか、いやその期待をかけてるみたいなこと絶対あると思うんですね。だって結局俺らが一番やってずっと終わってしまうじゃないですか。自分がやってきたことを残すためにも業界というか文化残っていかなあかんわけやし、きっとそういう気持ちの裏返しだってね、まあ堺やね、若い子たちがもっと表に出て、で認知されて、声かけられて、いつも見てますとか、ほんで絶対やりがい感じるから、それでめっちゃ感じたから。中川さんなんかすごそうですね。ありがたいことにはその伝統工芸士の青山スクエアの時はもうすごい来てくれたから。どれぐらい来てくれたんですか？いやほんま100人ぐらいは来てくれた。中川さんに会いに来ましたってインスタ見て、もう東京って普段おることないから、それで会いに来たとかって。包丁もね、値段上がりますよね。8割やから。鋼材が。まあそうですよね。いや、物価も普通にめっちゃ上がってるし。上がるよ。だって俺親方の時の例えば15年前としてほぼ倍になってるもん。包丁ですか。15年前の倍か。だからそれはなんでかっつったら、親方は1日100本ぐらい手作りしてたから。で、どれぐらいちなみに？今俺50から60の間。そうなんですか。で焼き入れも1回の焼き入れで300とか、朝の5時ぐらいに来て、2時ぐらいまで焼き入れしてたから。で俺はそっから2時から交代焼き入れてたから。それ何を住み分けてたんですか？なんか違うやっぱやつをやってたんですか？青い一応が親方で白さんがなるほどみたいな感じで、いやそんな無理やしと思って、体壊したくないし、親方よりいいもの作らんと親孝行じゃないけど、そうですね。そうしたかったから、ちょっと数落としてよりいいものを作りたかったっていう。でまあその15年前ぐらいのことから倍になってるな。僕が大事にしてるのが、教えてもらってんねんからその人超えなあかんっていうのはすごく思うところがそれは絶対あるんですよ。山木浜野ですごいお世話になって、あそこのやっぱ研ぎ師の工場長とか、ずっと目標にしてるところあるんで、でもやっぱ彼を超えなきゃいけないみたいなのがあるんですよ。多分それは中川さんは白木さんに対しても思ってるやろうし、そういう循環というかで、まあ僕らの下の子が僕らを超えていってくれるみたいなね、そういうのを一番やりたいですよね。いや僕の後輩いてるんですけど、彼うまくって言うてたな。あいつうまいんですよ。普通に
まあ、悔しさもあり、まああの子がおったから僕も自分でやれるなと思うところもあり、任せれるなっていうあれでね。いやでも普通にこいつの方がちょっとうまい時あるやんみたいな思ってそれどうやってんのみたいな聞く時もあるぐらい。白子じゃん。いやでもそれっていいじゃないですか、まあ向こうは向こうで考えがあるし、うん僕は僕で考えてることを情報交換して、そう。だから俺も弟子の子らに言ってるのは、まずは俺の話を言うことを聞けと。そうですね、一番最初は絶対そうですね。でそこから自分で要領を考えて自分で考えていく理由があるやったら違うかっても、あそうやったらいいよって言うから、まずは俺の今までやってきた経験を伝えるし、一回コピーある程度そう8割7割8割コピーできてから考えろって感じはありますね。俺らの考えが正解じゃないし、やっぱり10人というの考えがあるから、それで次な、そうですね、要領よく段取りよくダメやったらそれはいいと思うし。ちょっと仮に中川さんあります？まだある全然。いや人を育てるんってやっぱ難しいでしょ。たまたまその環境もあったし、その下の子が才能もあったから、たまたま一人うまいこと言ったっていうのがありますけど、あれもう一回できんのかなみたいな思うとこ正直ある。俺はこうやったっていう押し付けはしたくないんやけど、いやでもある程度は大事だと思いますよ。まあけど今の自分があるのはそれじゃ無理やでっては思う。なんやろ、もっと興味持ってほしいし、もうただ働くだけとか絶対無理だから、そんなん姿見せられたらこっちもモチベーション下がるし。けどなんか例えばおやるやんって思う時あんまりまだそれはあるで、あるけど言うたら、こんなんせえとは言わんけど、俺絶対仕事終わったら絶対練習してたし。それはね分かる。10年で親方に覚えろって言われてたから、勝ち合って10年じゃ無理やから。鉄と鋼をつける沸かし漬け、関節するあれはほんまむずくて。一番難しいのはそこなんですか？焼き料理もあっちの方が難しい？いや、焼き入れがちょっと難しい。中川さんがその何ていうんですかね、一番これが俺の強いとこやみたいな鍛冶屋としてあるんですか？見学来られた方に言うのは、うちの名産じゃないけど中子取り。中子取り、中子取り、誰にも負けへんっていう。何がすごいんですか？スピード。速さが。まず速さ、ハンマーの扱いは誰にも負けないかなって思う。それは技術なんですか？技術もやし、道具の使い方もやし。親方っていうか教えてくれる人大事ですよね。そう。それが当たり前と思ってるから。そう。やっぱあれ見とってやっぱ他の鍛冶屋さん見た時、初めて見た時ってなったから、遅って思ったから。ハンマーが遅かったりするんですか？そのスピードも遅いですか？スピードも遅いし、改造もしてないし。改造っていうか、その他と違う、うちはハンマーの道具とかやってるから。そうなんですか？へえ。それ企業秘密なぐらいのやつ？いや、見てもらったら多分鍛冶屋さんやったら分かる。分かる。へえ。変えてるな、他と違うなってのは分かってるはず。そうなんですね。やっぱりそれでやっぱ効率も良くなるやん。そのスピーディーに綺麗になおかつ良かったら。だからそれをやってるから、その1日5、60本できるっていう。5、60、いや俺マジで仕事見てましたけど、ようあのスピードであの量を集中力が切れんと、しかも品質をよく、で中川さんのことほんま傷少ないし。それはよく言われるな。あれマジですごいなと思って。傷多くない理由はやっぱ手で叩いてないからね。そのひっつけるだけ。そう。うちそのままこのままハンマーでひっつけるから。なるほど。あれはやっぱ大きい。手の力とハンマーの力、絶対ハンマーの力の方が強いから。なんか普通だからその赤いなんてやつにこう乗せるじゃないですか。あれ何回かカンって手でやってからもう一回赤めて。でまたあかんだらベルトハンマーで使うのが一般的やから。それやとあんまひっつけんですか？もう一回赤めるのにあんまひっつけんですか？いやもう手の時点でもう傷かいけるか決まるから。これもう一回に決まっちゃう。もうこれあれで決まる。へえ。だからそれ俺は鋼ってあんま赤めることよくないから。そうですね。手で確かに
ひっつけてもう一回赤めてで叩くってのは2回赤めることになるやん、でなおかつ手でやるから相手が傷が出やすいから、そうやったら親方の考えは1回で手でじゃなくハンマーでひっつけた方が傷も出へんし1回で済むやろっていう。それみんなやるってことはやっぱ相当難しいですよね。めっちゃ難しいめっちゃ難しい。あれほんま簡単そうに見えるけど、はい、ちょっとでもあと5ミリとずれたら鋼パン動くから。5ミリずれたらハンマーでひっつけるときちゃんと思ってるとこ叩かなあかんみたいなこと。そうそうそうなんですか。動く。めっちゃ面白い。なんか今一瞬その鍛冶屋さんの難しさの片鱗を、想像できました。動くんか。動くねあれ。だから胸の方を叩いたら、はい、刃の方に向くし鋼がだからこっちに寄るってことですね。そうで刃の方やったら次胸の方に鋼寄る。でもなんかこう叩くじゃないですか結構、それはいけない。こういかんで別にいいんですねそれって。いやそれは包丁による。そこもあるんですか。薄刃とか出刃とかこうやるから包丁広いから。一気にだからひっつけていくようなイメージみたいな。そうそれは面白い。包丁による。それ見てなかったもんな。あれ何やったっけ。多分柳とか先丸とかでした。面白い。僕らがその鍛冶屋さんに求めるってやっぱ、一番はその傷出してほしくない。あの時ねたまにそうからな。もう愛家で愛家とかも消えたりするじゃないですか。消える消えるかどうか分からんし、で一番最後じゃないですか分かるの。薄め切って消えたらラッキーやけど、みたいなのあるからやっぱ傷ないんが一番嬉しいし、言うんとその歪みとかがなんやろ、あんまり歪みとなんでも綺麗になってるみたいなのが僕らからしたらめっちゃ嬉しいんですよ。そこを求めるんですけど、それこそ勉強させてもらって思ったのが、マジで仕事きっちりしてるなんでいやそこまでやるんすねって僕従業員さんの人に聞いて「そうなんですよ」みたいな「他やってないんですか?」って聞かれて、いや僕その仕事は他のとこ見たことないけど、例えば刻印ガーンって打ったら胸クって出るじゃないですか、潰れて、それをもう一回ちゃんとするのをやってくれるし、いやこれ嬉しい、それはいいわなみたいな思って。そういう細かい気遣いみたいなのもあるし、それこそ傷も少ないのもあるし、そんなの見てくれてたんや。いや思いました。へえ。きっちりしてる。中川さんもそうです。中川さんの仕事して見てたら従業員さんも、それは見習うとこあるよなっていうのは。いやめっちゃ助かってる、あの子たちには。そうなんです。もうちょっと興味を持ってほしいな。僕もそのなんていうんやろ、一番最初10年近く前ですけど、やり始めた時に土曜日休みの時とかあったんで、親方みたいな師匠みたいな人がいてるんですけど、その人のとこに練習行っていいですかみたいなをやってたんですよ。一瞬でも早く覚えようと思って、なんか例えば歪み取るのどうやって指導してもらうみたいなとかやってたんですけど、どうしても求めちゃいますよね。自分もやったら難しいよなこの時間。いやだからなんやろ、覚えへんかったら給料も絶対上がらんわけやんか。覚えへんかったら。俺からしたら終わってから練習して覚えたら全てが良くなるやん。給料も上げようってこっちからしたらなるし、その姿勢も嬉しいし、練習していいですかって言われたらあれやってくるとその上の士気も上がりますよね。それ結構ね、副産物というか、あなたも覚えてその利益も上がるし、こっちもモチベ上がってるみたいな、あれいいですよね。わかる。俺はそれを毎日やってたから。親方すごい士気上がってたんちゃう。ただね、この話して思うのが、その僕が指導した子、今もうまい子、出雲君っていうんですけど、あいつはそんなやらんでもうまかった。センス。そう、あいつはすごい早すだから僕教えるの楽やったんですけど、そのええなお前もっと頑張ってたどり着いてほしかったなみたいな、ちょっとその嫉妬みたいなものを感じて、親心って嬉しさとなんかすごい面白かった、いい気持ちでしたね。若いだから18から入ったんですその子。もうその時点でね
ありがたいじゃないですか、こっちからしたら、その若い子が入ってきてくれるって、ある程度の社会人としての基礎は教えつつ、でも優しくなんか育てようっていう風潮はあって、僕もそうしてたんですけど、それででも同時にやっぱあるじゃないですか、お前もっと残業じゃないけど、ちょっと習いに来いみたいな、その姿勢見せてほしいってあるじゃないですか。それがなくてもうまい。もうセンスね。そう、うまかったりな。じゃあまあええんやろなみたいなところあります。親方に絶対褒められへんかったから。あ、そうなんですか。絶対褒められへんかった。いいとこはいいって言ってくれるんで。いやもうそんな褒めることになった。まあでも聞きに行くんですよね。どうやってそのスキルを得たんですか。スキルを得たって、だから親方の背中を見て、まあ見るじゃないですか。自分やるじゃないですか。これがいいか悪いかの評価やっぱ親方にしてもらう。あ、それはいけるよとか言ってくれて。けどその褒めてくれることはない。周りから聞く。問屋さんに親方がそれ言ってたから。でその問屋さんからこうやって親方言っとったでみたいな。それ嬉しいですね。めっちゃ嬉しかった。嬉しい。めっちゃ嬉しかった。出雲君もこれ見たら嬉しがるんやろな。半分直接言ってますから、ね。いやでもほんま評価してるんで。上ももちろん工場長もいや圧倒的やし、やっぱりあそこに追いつけていう気持ちと、だからほんま今あるのはあの会社のおかげっていうのはあるので、いい関係築いていきたいなみたいなところは。そうやな。独立したからその悪い関係なんとか絶対あかんから。そうですね。だからその恩は絶対返しつつ、その山木さんの仕事もして、で山木さんはまた新たな人員を募集して増えて、で清水君がまた増えて、もう全てが良くなるから。そうですよね。でもなんか知らんけどその独立したらあかんっていうしがらみのあるこの業界。まあ短期的に見たらね、やっぱり多分グッて利益下がるから。下がるじゃないね。それは目先のことしか見てないから。絶対目先5年後ってなったらプラスになるから。そうですね。増やしていけるから、まあそこで一人だけでずっとボソボソってやられたらちょっとあれやけど、清水君もそれで雇って、でまたさらにその腕を増えていくことが全てがいいから。生産力はね、今はもう絶対増やした方がいいですからね。圧倒的に需要方ですもんね。そう。結構昔はあったじゃないですか。自分のスキルを教えたら盗まれて自分の仕事なくなるというか、ライバル増やすみたいな。今ほんのその考え方ないですもんね。俺翻訳教えんかな。そう。もうそれもう配合とか言わへん。使ってるものは言う。自分の弟子には。配合は自分で考えろっていう。なるほどね。で教えたってできひんけどな。それはあるんですよ。僕もだから YouTube で結構手の内見せてますけど、いやあれ見てもできひんと思うんで、その見てできるもんじゃないですか。おかしいんかな。そのやっぱ自分の中で練り上げていくもんじゃないですか。そう自分でな。失敗をずっと勉強しつつ。だから別にあれで技術盗まれるみたいなの全然思ってなくて、あれを見てやっぱ入ってきてくれる子を教えるとかの方が生産的やと思うし。募集かけとかなのかいな。まだ早い。まだ早い。工場できひんんですよ。半年後ぐらい。半年後ぐらい。4月から10月頃。そうね、10月とかにはね、1人入ってくると嬉しいよな。だからバイトでもいいよ。週1回でも。それだけでも入って勉強じゃないけど来とって10月から正社員でってなったらめっちゃ楽やで。何もできへんより。まずその包丁名前すら知らんから入った子なんて俺も知らなかったし、なんなん出張って思ったから。出張ってね、そんなの知らなかったもん。言葉聞いたことあるけどパッと浮かばないもんね。何やねんフグ息って思ったから。なんでフグだけ別や。他の魚柳で行くんやったらフグも行けよと思うんですよね。でもおいりくんとかに聞いたらやっぱあいつは金の肉の繊維がめっちゃ強いから、例えば薄作りするんでもヒラメは柳でいけるけど、フグはやっぱフグしてほしいんですって。硬い、筋肉質すごいらしいです。硬いの？あれってさ、だって噛んだら硬いじゃないですか、やっぱりグッて。弾力がな。なたってくる。分かる。あるでしょ。そうなんや。そう、だから薄いのがいいって言ってましたよ。分厚くて柳だとどないなの？分からん。それは知らん。そこ聞いとけよ。でもフグ引きいいわ。やっぱ
欲しいって言われたんで嫌やけどじゃあ作るわって思いました。嫌いやわ。みんな嫌いですよあれあれ嫌い。ね曲がりすぎやだってマジで3秒あってたの分かりますから砥石俺らあ、そうなんや。いやうるせえまあ翻訳とか僕あんまやったことないんですけど、霞のフグはもうほんまは曲がって直してもう一回当ててみたいなのが一番いい包丁を作るためにはやるんですけど、まあそれってだから効率悪いから、ある程度その曲がってても考慮しながら、この曲がりでこんだけ膨らんでたら、もうちょっと取った方がいいみたいなでその折り合いつけていくんですけど、フグはねもう困りますよね。そんなフグむっちゃ悪いです。俺からしたらフグ引きとタコ引きと先丸タコは同じ厚みやねん。狭いやん先丸タコって。そうですね。ちょっとしか使われへん。タコはもったいないから使うな。タコ引きあんなもん細すぎる。細すぎる。あれは使わんといてくれもう。あれはめっちゃ嫌い。いや僕もフグより嫌いですねタコ。あ、研ぎは一番難しいねんな。江戸先とタコ引きが難しいねんな。そうですね、全く違うのにね、だからジャンルが違うんですよ。江戸先はやっぱ先形に裏押ししっかり当てるのがやっぱ難しいし、裏押しが難しいの？そう裏をどうするかが表のあの角度じゃない？表の角度もまあ難しいけど、裏ですよあれは。狭なっていくから。だからあれの使い方知ってます？江戸先の使い方。先だけでこう。そう先こうなってるじゃないですか。こっちってなんかほとんど使う叩き切るみたいなだけ、ほとんど切る上みたいな。だから上の裏押しがないと切れないんですよ、斜めのところに。で普通に考えたらこうですよ、こうなってるじゃないですか。ここ裏押し当てようと思ったらそのグッて負けとかなんですよ、裏方向に。わざとそう研ぎながらっていうか、だからそうたがりで起こすみたいな。だから上げたらやっぱへこんだみたいにどうしても見えるじゃないですか、手前の方かな。そう、一番上げたとこの裏のこの斜めのところで、ここ上げたらここへこむみたいな。これはできたら僕らは作りたくないから、そのうまい具合にこうやるのがやっぱ難しいところ一番。やっぱ江戸先は研ぎ台高いってこと？江戸先はやらん、あんまりやりますよ、やりますけどだけど江戸先、大阪先、京先、名古屋先ってあるやん。一番注文あるのが江戸先やで、うちはね。名古屋先が一番名古屋先ぐらいでやったらええですやん。名古屋先ぐらいがいいよ。僕磨きの大阪先とかやったことあるんですけど。磨きの大阪、磨きで結構黒字多いでしょあれ。黒が多い。斜めだけ切り付け切り出しかみたいな形のやつのでっかいやつなんですけど、磨きは大変。そうなの？なんで？持つとこない。そうか。一応研ぎ棒あるん？あれの研ぎ棒とかあります。手でこうやるんじゃないのとこもあるし、あれ表と裏の右と左で結構分けて研ぐんですよ。で最後手でこう鳴らしていくみたいな。難しい。めんどくさいし手怪我する。だから持つとこないからやっぱこう行こうと思ったらここ吸ったりとか。分かる。まあ俺もだから出刃でも産後の出刃とか産巣の出刃とかマジで一番安い理由が分かれへん。で持つとこない。もっと高く取りたいもん、逆にちっちゃい方が。そうちっちゃいやつはちっちゃいっすね、困りますから。そうロクスンが一番やりやすい。バフ持つとこないねんと思いながら当ててますもん。ほんまにあれは難しい手間、ちっちゃいのは。包丁で一番嫌いな包丁はやっぱ骨切りやな。何が嫌いですか？幅広いし厚いし、もうあれが嫌。重たいし。なんやろ、難しさで言ったらやっぱタコなんですよ僕は。でも骨切りはしんどい。そうやろ、重いやろ、広すぎ。ほんまにあれほんまにいるん？あんな広さ。いや尺にとか言ってくるじゃないですか。何するんって思います。絶対疲れるよね。重たいやろあなたもって思いますよね。まあ8、9がやっぱ骨切りは嬉しい。尺やったら、いや骨切りやっぱ一番多いの尺やわ。尺多い。ダントツ尺やわ。8、9やったらまあスッと作れるって感じ。薄刃でええんちゃう？
いやでも重たいからいいんでしいいんょうね。や多めでいくんやんなあれは。薄刃やと歯負けるんちゃいます？負ける。骨当てるからあれ。うん。薄刃ってほんまに先ペロペロになるから結構。そうなの。だからしのぎの厚さ違うじゃないですかやっぱり。ああ。骨切るのは絶対残ってるからうるさいな刃先ある程度強度あるんで、うん。薄刃負けそう。いや骨切り人気ですよね。ちょっと倒していい？どうぞ。止めてくれていい？いや全然。すいません、その辺で行きます。どうぞゆっくり行きましょう。弟子たちに「お前何時間撮っとったかなんで横浜から帰ってくるの早ないと思ってたせいで3時40分ぐらい撮影したやん。はい。バレる。いや別にバレてもいいけど。中川さんがうん。この仕事やっとって鍛冶屋さんやっとって一番しんどかったこととか辛かったことみたいな話あります？まずは言ったら何も入社した時とか弟子入りした時分かれへんやん。そうですね。まあ、職人は絶対誰でもそうだけど、でも親方はもう何十年ってやってる考えやから、もう見て覚えろみたいな。俺からしたら「いや分からんし」みたいな。けどもう見て覚えるやから親方は。なんかあんまりなんやろ聞きに行ってそれは教えてくれるでも教えてくれるしあれやけど、でも俺がいざその作業をやったら絶対後ろに見ることもないし。ないないない。完成が見てくれんねん。はい。ほんでいいか悪いかの判断ならあかんとか物の置き方とかもはいはいはい。もっと見とけよ。ああ、わかるわそれ。そこまで教えます中川さん。もうそれこそ物の置き方準備構成みたいな教えます？全てを教えてあげたから早う育つから。はいはい。親方はそんなんじゃなかったからそれがめっちゃしんどかった。なんかこのなんやろなテストじゃないけど、お前今の見てたかみたいな試したくなる時ありません？まあまあまあありますそれよね。は分からんでもない。いやこれれ性格悪いなと思うんですけど、そうやねん。そうでもできたらだってそれも気づいてくれた方が吸収するじゃないですか。自分が考えて行き届いたもんってやっぱり大きいから、教えられるよりも絶対身になるっていう感覚は僕もあったんで、まあまあ自分で考えてやる方がな。ほんまはそう導いてあげたいっていうことですよ。まあまあまあ絶対そっちの方が成長はするし、お前見てたんかの試しは、それは分からんでもない。でもねやっぱそうですよね。どこまで言うかみたいなんて結構大事やし難しいですよね。でもやっぱ俺は極力全部言う。あ、そうなんですか。物の置き方とかもこうやった方が早いでとか。はいはいはい。それは言う。経験してるから。もっと教えてほしかったってことですね。そう言ってくれよみたいな思ったから。けどまあ親方じゃないよ。お前見てるやん。普段作業中通ったりとかしてそれを見て覚えるよみたいな考えたから。なんかやっぱ伝えにくいとことかってないんですか？それこそ感覚的なとこってそれはちょっとそれは無理やわ。それは別に白木さんから教わってないですよね。そんな言うほど焼き入れだけちょっと後ろについてみてくれたら色ここやっていう。でも本焼きはそれ辛かったことが一番本焼きやねんけど、親方が俺16年白木刃物におって、11年目から親方がもうおらんようになって現場から。だからもう現場仕事はせえへんって怪我して腰をちょっと言わしてもらって、でそっから5年間いきなりおらんかったから、まあ関節とかは全然焼き入れとかももうできてたからあれやねんけど、本焼きが全くやってなかったんですか？そこらやってなかった。油焼きはやってた。はいはいはい。もう水焼きやってなかったから。で本焼きって、見たことないと思うんやけど、一本火作るのにまあ例えば柳の尺、15分から20分かかんねん一本火作りだけで。そうなんですか？霞やったらもう23分ですよね。23分。やっぱ硬いから伸びへんってことですか？そう。へ温度上げたらあかんから。はいはいはい。本焼きはだからあれ本焼きって温度上げてしまったら刃物が出えへん。特に青。あれ結構ほんまに低炭造で火作りしたら出るっていうこと最近知って、ここ最近になってもっと低くしたら俺のそうずっと言ってましたね。青の本焼きは刃物出えへんっていうのがもう結構定説になってた。棒みたいな、この下が出えへんやん
青は結構それを出せるってことですか今青には出る。だからその11年目の時に水焼きやってなかった、まあ、やるやん、はいはい、注文ずっと来るしはい本焼きの、10本やったら10本割れて、もうなんせその11年目のその1年間ほんまに割れまくっとって、あ、みんなやらん理由ってこれなんやって思って、はいはい、でもやっぱ親方白木健一さんの弟子、一番弟子やから、絶対引き継がなあかんやん。そうですね、希少価値のある本焼きって、まあ今な日本でも全然作れるしおれんけど、そうほんまに数える方式で、ね、そう 5人ぐらいしかおらんわけやん、水焼きとかだったら絶対残らなあかんと思ったから、でそれで試行錯誤しとって、11年目の時の俺本焼き、まあ言うたらそれもやっぱ納品しなあかんやん、注文来てるから、はい、友達さんってそれ飲んでくれんねん。そこでやっぱな、最初はしゃあないよって思ってくれて、友達さんはやっぱり俺今でもめっちゃ大事にしてるから、そこはハモ、それしんどいよね。だから僕らなんか初毛やってよしあし目で見て一発で分かるから、それがまあシビアなところでもありますけど、中川さん分かんないですもんね、なんで割れるんか。それしんどいですね、確かに。でその割れへん、ビビって割れへんようにちょっと温度低くとか、はい、水をつけるタイミング 0.5 早く上げるとか、 0.5 秒5秒早く上げるったら割れにくいっていうか、が波紋が出へんの、雲がってるとか、いやあれはやるもんじゃない本焼き、水焼きは。でもやらなあかんですもんね。一番難しいのは広い包丁、牛刀とか、あれが一番割れる。牛刀が一番割れる。あ、そうなんですか。だから牛刀うち高い。その本焼きの牛刀はってことですか。割れるから。やっぱ柳とかは割れにくいな。ほんまにあの仕事量とその精神のすり減りと、高い、いや包丁は高いのは確かにそうなんですけど、しゃあないんですよね。あれはもう水焼きはな。けどこれ言っていいんかな、小売店もうちょっと下げたらって思う小売店が下げる、問屋か知らんで、それどこでどんだけ抜いてんか知らんで、その2社が、問屋さんが抜いてんか小売店が抜いてんか知らんけど、板前さんがおってなんぼや。でまあ親方はいいけど、お弟子さんとかってやっぱ給料少ないやん。あんなん変われへんって。かといってめっちゃごめんこれなんか知らんけど、俺らって納品してる金額で言ったらまあまあなんでこんな値段なんてなるやん。でも俺たちって1割上げてもさ、小売店が1割上げる値段と全然違うわけやん。確かにですね、その元が大きかったら1割大きいですからね。でそれがあるからこの堺の業界って後継ぎおらんので、そこやと思うね。だから職人さんに対する見入りが少ないってことですか、利益が。だからそのやっぱり親父がいい生活とかそういうのをしてたら絶対息子って都合ってない。今13、14ぐらいのかな、堺市では8年後かな、5件になるって言われてるから。けども後継ぎみんなおれんからほとんど。それってやっぱ息子が絶対見てるわけよ、親の背中を。それは都合ってなれへんよ。だから俺は問屋さんとか小売店には職人にもっと還元してあげてくださいって俺ずっと言ってんねん。でも小売店ってめっちゃ増えていくやん。これで増えますね。増えてるやん。かっぱ橋行ってそのもうテナントが開いたら包丁になるって言ってましたよね。でも京都でもそうやん。あ、そうなんですか。大阪でも道具屋筋もそうやん。いいけど職員は増えてないでって。まあね。その人たちはそれで売れるから店舗数増やすのはいいけど、その前に職人に今の職人たちで還元したってって。まあそうですよね。だから人雇えるし、それで還元してあげることによって。普通に考えて僕らが1日にできる本数ってもう大体限らあるじゃないですか。で1本の値段が決まれば、その日当が出て、月収が出て、年収もう計算しやすいから、そこから僕結構その値段やっぱ独立するにあたって自分で値段考えたんですけど、まあまあ
いい値段つけたなと思うんですよ。でもつけてるでしょ。でも一番高い一番高い。一番高い。でもそれって正直言ったら僕ほんま1日そうやな心血注いでいい状態のものを作ろうとしたら、霞でも10は無理です。5そう、5から10の間でまあ決まっていく、例えばマックス10本できて1本5000円の時代やったら5万しかないじゃないですか、家賃払ってな。そうそう、そんなん普通に食っていかれへんし、でも今それやん。そうそう、だから後継ぎおれへん。僕らがでも値段出したやつで末端価格で決まっていくわけだから、そこはやっぱある程度常識の範囲内にせなあかんっていうのも分かるし、それこそビジネスのやり方も考えなあかんなと思いますね。職人やけど例えば1本5000円だけで研いでたら、ちょっとしんどいみたいな、まあ5000円で日当5万の30日働いたら150になるのか、まあそれやったらまあやるけど体は多分壊れるやろみたいな。そうでもやっぱマックス25やん。日曜日も休みでほしいから週1回休みと祝日からだから25日としてそれ日当5万だったら125万125万やんか。そうだけどそっから家賃材料代とかね、光熱費とか引いいろいろありてからますからね。でじゃあ人雇われへんで、それで俺が夢を与えてもらった人が黒崎さんやん。なるほど。だから俺はその壺の堺市っていう壺の中から出てる、言うたら堺市の職人としてか知らんわけやん、情報源が。で俺は黒崎さんと出会って考え方が一気に変わった。そうですよね。だから普通に僕もハツケアとして問屋さんとか小売店さんの仕事をするっていうのはもちろんあるけど、それだけでやってるのは自分が儲けないと他のに還元できんじゃないですか。っていうのはやっぱなんか一職人としてもそうやし、自分で仕事やっていく人間としてはちゃんと計算ある程度して考えないと、それこそみんな潰れていっちゃうなと思いますよね。でもこんなんやったら堺の職員でもやりがいとかさだけやん、じゃなかったらこんなんやったらけどさ、もっともうビジネスを考え直しだったら家の横とかで工場建てへんから。絶対ビジネスプランをちゃんと考えてやるんやったら、絶対ちゃんとした工場を作ってで展示場も作ってやるのが絶対一番俺の中では成功道やなと思うから。そう、例えば僕とか中川さんが別に何ていうの直販することが他の問屋さんとか小売店さんに対して僕マイナスにはならへんと思うんですよ。それはなれへんと思うね。これが自分が出したいと思ってるのってそれぞれ多分違うから、その強みを生かしていく時代というか、なんかそれこそ今まではね小売店しかやっぱ行かんかったじゃないですか、お客さんは、それがもうこの今は全部がツーツーやから、特に僕ら2人なんかでもそれそう知られちゃってるから SNS やん、あれはすごいで。いやあれすごいし、情報がね、届いてしまうから勝手に、それはだからなんかその中で自分でお客さんが大事だと思うものを選ぶというか、どっから買いたいみたいなのを選べるようになったなってめっちゃ思いますよね。でもやっぱ俺週1回ぐらい絶対全国各地から料理人来てくれんねんけど、もう包丁のブランドとか別に興味ないみたいな人多いな。誰が作ったかっていうのが一番やっぱり大きいな。そうなんだからめっちゃ嬉しい。だからその SNS をやってそうやって直接会えるから。それは嬉しい。それをだからでも今の SNS やってないまだ会社もあるやん。めんどくさいですね。俺好きやねんけどな。好きそう。めっちゃ好き。めっちゃ豆。中川さんめっちゃ豆よ。じゃあ俺もその DJ やってたから、音楽のレゲエやねんけど、プロモーターがめっちゃやってたから、自分でイベント主催、俺が主催でやってたから、そういうプロモートするのめっちゃ好きやねん、昔から。なるほど。友達とかでも幹事とかめっちゃ好きやで。だからあえて頻繁に SNS 上げてんのそこやねん。いや俺もやりたい、それ撮りたいと思ってるけど、インスタで同じの上がってきてもしゃあないから中川さんが撮ってるやつ俺はほんまにアップしてもらおうと思って早いもん。そこはすごいわです。普通に尊敬しました。いやいや、まあ好きやねん、そういうマメなことが。だからもう僕は YouTube にちょっと振って、それ俺は YouTube やってないやん。
俺インスタで力入れて、はい YouTube で発信してもらって、そうですねそうだから俺は清水が独立するって時マジで応援したいと思ってる。いやーもうほんまにありがたいことです。もっと他産地行って勉強してほしいって思うし、まだはい竹冬行ってないやん。そうですね、行きたいです。だから次な俺らが竹冬行ってはいはい。毎年行ってるから、そう竹冬の皆さんの職人めっちゃ好きやねん。あ、そう竹冬めっちゃいい人やねん。結構仲いいですか、若い職人さんでも。いや黒崎さんとか、うん加藤さんあ、名前ははい。とか池田さん、安龍さんしあのね、名前は知ってるんですけど、ほんま顔とは全然ほとんど見たことないんで。とか龍星さんとか、はいはいはい。増谷さん社長おんねんけどと仲良くさせてもらってて、あと野村さん、佐治さん、はいはい、あ、もうレジェンドですよね、斉さんなんかそう言ったら。めっちゃいい人。行きたいな、ちょっと。ちなみに次いつ行くとかあるんですか。いつ行こうか。次来るんちゃう逆に。あ、じゃあ僕もちょっと一緒に。全然呼ぶし、絶対そうなったら俺馬場さんとかそう来るってなるけど馬場さん絶対清水君呼ぶし、俺の中でのこの人とモチベーションある人を呼びたいから、それはぜひ来てほしいね。いや、ぜひね、もうありがたいです。めちゃくちゃありがたいです。僕の工場実は堺市じゃないんですよ。うんうん。だからもちろん堺リスペクトしてるし、でもそれと同じぐらい高知もそうやし、うん新潟もそうやし、その竹風もそうやし、関もそうやし、そのいろんな他産地に対して別に優位に立てるとか全然思ってない、ただ各々得意なところはあるんですけど、いろいろやっぱり混ざって自分がいいと思うものを作りたいから、別にその僕の八面レロっていうブランドは堺内刃物とは多分言わないんですよ。へえ。それはなんかもう全部ひっくるめていいものみたいなのが包丁としてそうそうを目指すとこがあるので、もちろん堺がルーツではあるんですし、ものすごくいいもの塊に関してはやっぱトップレベルだと思ってるんで、それはありつつでも全部吸収していきたいみたいなとこがあって、あえて堺内刃物多分あんま出さないと。そうなんよ。はい、全国各地の職人の飲み会とかしたいよな。いや、いいですね。オイリックやってくれへんかな。博物館作られてるやん。あ、そうですね。その博物館でパーティーとかしたくない？東京でね。東京でね。そやっぱみんな集まりやすいですもんね、多分東京が。う。オイリ君やったらみんな来てくれると思うで。確かに。うん。いや、あの存在はなかなか稀有ですよね。すそうごい。でも仮に職人たちだけ集まってオイリ君それ呼ばれたから絶対嫉妬するから。あいつが感じてる。聞いてる？もう決定やから。昨日まで会ってたけど、今日まで昨日か。昨日会ったけど。そう。僕も明神君のとこ行ってきて。ああ、行ってた。今月行ったな。両場やっぱ僕の中ですごいうまいと思ってるんで、ちょっと基礎を教えてもらったというか。それ偉いよな。僕プライド捨てたじゃないけど、聞き入れる。いや、それはそれやっぱ若いからやね。俺たち。そうなんですかね。若いから聞き入れんねん。もう年取ったらやっぱりもう聞かんから。それはでもしゃあないよ。もうテレビ見とって歌手とかいっぱい若い分からんやん。けど俺らは子供の時で知ってるやん。けど親もう全員顔一緒や言うやん。モームスの時なんて。俺も今 AKB とか全員顔一緒やもん。ね、いやだからその感覚に多分なっていくんでしょうね。なるからそのまでに基礎を絶対アンテナ張って情報を得といた方が絶対いいから。だからそれってでも意識したらある程度頑張れるというか、それこそモームスとかも頑張って覚えたら頑張れるわけじゃないですか。まあな。そうそれで言うと吸収しようっていうか、その教えてもらいたいという気持ちがあればちゃんと相手をリスペクトして教わりたい気持ちがあればやれると思うんで、僕はもうその気持ちを忘れず天狗にならんというかずっと謙虚で、絶対謙虚じゃないとあかん。それだけは大事にしたいですよね。絶対自分が得意と思ったやつでも不得意なやつが得意な人がおるわけやん。それは絶対なアンテナ張ってその人に聞いたらいいと思うし、何も恥ずかしいことじゃないから。最近だから僕無職なんでいろんなとこ行ってそれこそ明神軍とかもそうやし根木さんとかもそうやし、久しぶりにこのなんやろ絶望感を味わう感じ、大変やなっていう感じを感じてすごく複雑です。でも面白いのと、頑張ろうっていうのとクソーっていうこのぐちゃぐちゃになって、なんとかレベルアップしたいなと思いますけど。そうやな。自分の立ち位置が分からんくない？どこのランクなんかっていう。俺はあんま分かってないの。頂点の
頂点とは言わずとも一番上マルチで言ったら一番儲けるそう。いや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 一番上のグループですよ。そらそうですよ。それ中川さんが俺はペイペイやって言いやすと、ペイペイとは思ってないけど、まあ真ん中ぐらいと思ってるもん俺まだ。じゃあ中川さんが思うもっと上って言ってます？富樫さんの翻訳は綺麗なって思う。それはもう富樫さんは綺麗なってほんまに思う。それは何ですか？ここは負けてるみたいな思うところがあるんですか？いやでも俺翻訳の波紋の綺麗さは俺富樫さんには負けてると思ってる。あ、そうなんですね。でもそれこそだから僕がさっき七穂さんにのところで思ったみたいなベクトルの違いってあるでしょ。なんか最後のゴールとして求めてるとこが若干違ってる絶対するじゃないですか。リスペクトかな。リスペクトやのかな。綺麗し結構波紋っておっしゃいましたけど、僕も山木ハモにおった時富樫さんの翻訳見てたんで、あそこはね結構生地の作りも綺麗、歪みとかが結構ほんまに綺麗っていうのもありました。あれって地金で仕入れるの？研いで仕入れるの？山木さんの時は全部生地仕入れて山木で研ぐんや。はい。富樫さんは俺すごいと思う。あ、そうなんです。唯一って俺鍛冶屋、全国いっぱいおるけど、富樫さんは一番俺の中ではすごいなって思う。へえ。それ負けてると思ってる。もう負けてると思ってる。翻訳はな。霞はちょっと俺あんま見てないからあれだけど、翻訳に関して俺岬の翻訳の職人しか見えへんから。負けるっていうのは何をもって負けなんですか？波紋の綺麗さ。例えば包丁としていろんな五角形というかあるじゃないですか。波紋もそうやし、硬さ切れやとかいろいろあるじゃないですか。それで言うと他は知らん。あるんですよね。他は知らんの。中身長切れよくするとそれは分かれへんけど、波紋一点においてはあんま負けてる。富樫さん綺麗なと思ってる。負けてる。それめっちゃかっこいいですね。それ言えるの。それ俺全然恥ずかしいと思うもん。すごいな。だから俺富樫さんって富士山普通の刃も3本杉やってんかな。3本杉やってたから俺は坂上を作ってる。あれかっこいいっすよね。持ってくれる？あれかっこいいっすよ。逆にもっといろいろあるんですか？刃物じゃなんかいっぱいあるでしょ。なんかあるやつもあったりする。俺あれあんま好きちゃうねん。あ、そうなんですね。いや俺青打ちの墨流しとか白打ちとかで円紋やん。あれもあってん。あれの翻訳を刃文をやりたい。円紋っていう日本刀の模様あるんですか？あ、それない。あ、ないんですか？俺は円紋単って今あれかっこいい。あれは確かにめっちゃかっこいいと思う。あれの翻訳をやりたいと思う。であれを坂上を作ってる。で円紋が日本刀の刃文見とったら坂上俺の円紋やんってなって。ああ、なるほど。同じ模様やんであれを作ってる。円紋から来てるんですね。そうもともとはルーツはな。で調べたら坂上寺っていう刃文があったからであれを作って今年間30本か。でも30本って言ってるけど実質刃文が良くなかったり割れたりとかすることを考えて40本ぐらい作んねんけど、それでやっぱ30本ちょっとプラスアルファ残るやん、いいやつが。そういうのをだからこの展示場に飾ろう。誰も知らない、なかなか来れない展示場にね。俺も一回坂上寺で仕上げてみたいな。僕仕上げたらどんなになるのかみたいな。俺もそれ見てみたいね。見てみたい。それじゃあ僕売らんときますわ。一本。いやこれから研いでもらうから普通に普通に販売として研いでもらうから。いや、そうワクワクしますよね。なんかガーって行こうって思ってる人の一緒に仕事できるのはめっちゃワクワクする。めっちゃワクワクする。一番今合ってんもんなこの業界の人で。そうですね。合いすぎてます。合いすぎてる。オイリ君ともアホみたいに合ってるし。そうやな。東京でやってるもんな。なんかやっぱ波長合うんですよね。中川さんもそうやし、オイリ君も。そうやな。そう明神君とかも僕めっちゃ好きやし、やっぱ会う人と仕事するのすごい楽しいやん。喋っててお酒の場でもさ。なんで会うかってやっぱモチベーションやねん。そう根強いですよね。モチベーション。それがやっぱすごい感じたんで、
で俺澤田さんとオイリ君と清水君と俺の包丁あれめっちゃしたいもん。あちょっと似合わせよう、ちょっと似合わせますか。やりますよ4人のこれ切るかどうか俺の裁量ですからあれ俺めっちゃ面白いと思ったもん。いやねおーいってなりましたね。ね尺後の墨流し作ろうってなったもん。そうだから俺が家事やって中川さん俺が家事俺が家事やって中川さんが研ぎそれでおいりくんが絵作ってみたいな。そう澤田さんが本発でそこ本ちゃん本業やそこ本ちゃんやみたいないやいやいやめっちゃ楽しみ。めっちゃうまそうじゃないじゃあまあそのいろいろここまで話だいぶさせてもらいましたけど、包丁のこの業界に対して、これから入ってくる若い子とか今いてる若い子とかとりあえず後輩たちに向けて、中川さんが思ってることとか言いたいこととか何かあります？とりあえず自分に投資しろ。投資？自分に。だからそれこそ仕事終わってから練習、それは仮に残業でつけへんでって言われても、目先のお金を見るなと。はいはい。これ俺はこの業界入る前にその焼肉屋で親方と出会って、その焼肉屋大将に言われたのが、いやちょっと待って、焼肉屋で働いてバイトで高校の時働いてて、そこのお客さんで親方やって白木さんがいてた。そうで出会ってんけど、そこの焼肉屋の大将に働くとなった時に日当3000円やって言われたんですよみたいな。紹介してもらって働きことになって、日当3000円月7万無理ってなってそれいくつぐらいですか？18よ。ああ18ね。でも周りは日当1万とかやん。建築業で言ったらで、その焼肉に対して3000円って言われたんですよ。きついっすよ。きついよな。確かに。もうほんまなんでそんなとこ紹介したんと思ったぐらいやった話で、けどその人にアホかと、目先の金はみんな言われて、結構中田さんそれ言いますよね。その時のに言われた焼肉屋さんの深いにある三亭って焼肉があんねんけど、その人に言われて、へえ。 10年後見ろって言われて、10年後初め日当1万円かもしれへんけど、その周りは建築、俺の友達建築業多いから、日当1万かもしれんけど、俺は3000円スタートだけど、10年後になった時に日当1万円やった人は1万5000円になったとするやん。けどお前は2万になったらどないもんねんって言われて、人生ってそっから40年50年でお前生きるんやでって言われて、その若い時遊びたい気持ちも分かるけど、10年間お前その修行安いかもしれんけど修行してしんどいかもしれんけど、それを苦労した上でそっから40年お前は美味しいご飯食べて、家族もいいな旅行とか行けて、どっちがいいねんって言われて、そうやったらその30からいい思いをしたいです、じゃあ行ってこいって言われて。その焼肉の店主さんすごくないですか？だから俺めっちゃ感謝してんねんその人に。なんで逆に当時そのね見えてたのかだからその人の焼肉屋には俺も毎月1回は絶対行くねん。恩返しって言ったらあれやけど食べには行ってる。へえ。感謝しかないから今の俺があんのは。けどその人で言うのは、お前がそれは頑張ったから今あんねんって言われへんねんけど、けどその人生の分岐点の人に会ったから、もうそれめっちゃ感謝してて、めっちゃ好きやねん。だからその人は俺。いやそれいいですね。確かに最初にねグーってやって、あと極めてからそれを長く続ける方が費用対効果絶対いいですよね。そうそれはだから俺18の時に言われて、だからそのすごいな、その出会いすごいですね。先月か、
堺東高校の講演会も行ってんねん。あ、高校に講演会。そうそれで言ったのもそこやねんか、初めの給料見ないでくださいと、初任給を、はいじゃなくて10年後のその従業員たちの給料を聞いてくださいねって言って、また言ってくれるかは知らんで、それは知らんけど、なぜ目先の金を見んなと、残業代出えへんかって、練習したいからつって残業代出えへんかったとしても、10年後それをずっとしてたら10年後絶対誰よりも勝つと思うし、周りのいや、そう、技術が最初ね、入れるから、最初頑張ったらほんまにむちゃくちゃ大きいリターン返ってくる。そう俺はそれがやってきたから今があるって思ってるから、はいはいはい、確かに絶対帰らなかったよ俺帰らなかっ帰らなかった、もう絶対誰よりも独立じゃないけど、まあ、その時でいう白木刃物の弟子やん、た。はいはい弟子の中で絶対一番、他のいた親方のお弟子さんとおるやん、はい。いや絶対負けんとこうと思ってて、でそれでもうずっと俺もう練習してお金払ってもやってて、何払ったの？交代代みたいな。そう鉄と鋼をマジっすか。それ中川さんが出来上がるわ、そんな。で今だけ見てもらえたらめっちゃ困んねんだから。いや、そうですよ。それはみんな下にね、頑張った人がやっぱ上行きますからね。だから結局な、頑張ってったから今があるって思ってるから、それをだから今の堺の職人たちに、その定時だけで仕事をしてたらみんなと一緒やでと。いや、それだからそういや、めっちゃいいこと言ってるんですよ、それ、で、まず残業って意識ないじゃないですか。ないそれ、ないあれ勉強じゃないですか、うんだからその残業ってどっちかっていうと会社の利益になることをやるみたいな話になって、その最初なんか特に覚えるのって、覚えるための時間でほんまこの時代僕らっていうかその雇い側は言ったらあかんから、あ、それいやいやいや、それはそっちから絶対やるべきというか、そう自分から行動すべき、かなりブラックに聞こえるやろうけど、これはでも真実ですよね。いやブラックじゃないで、レインボーやでいやほんまにその子の未来があるから。そういや、多分この話するとかなりこの業界に入ってきたいと思う子はもしかしたらしんどいみたいな、感じることはあるやろうけど、それでもやりたくって、いやしんどいと思ってる子はトップ立たれへんよ、と俺は思う。黒いねいやでもその乗り越えたら絶対レインボーはありますから、ね、そう虹色というか明らかに大きいリターン返ってくるのあるのんで、ね、残業代出えへんからじゃあ俺はもう帰りますって言ってやったらもう二流三流やし、一流になりたいんやったら絶対俺はすべきやと思うねん。まあ包丁もちろん若い人来てほしいですけど、オールジャンルそうですよね。オールジャンルってそう何の仕事でもその気合い持っていきたいですね。持ってるやつが成功者になる近づけるんじゃないかなって俺は思う。成功者とは言われへんもん、それは決して。でなんか、その必要条件というか、絶対ありますよね。それ俺一番思ったのが俺サッカーやっとってで別にめっちゃうまくもないし、でも中学校自体は強かって、ずっと堺市1位やってで、まあ、中学校の時とかやったらもう名門校がスカウトとか見に来とったとかで大塚製薬スポンサーとか中学生で俺らもうずっと優勝ばっかりしてるから、けどやっぱ上には上がおるわけやんけど、そいつらって俺以上に絶対練習してるから上がおるわけやん。そうですね。それもだから俺もう身に染めてたから、だから多分それを俺その焼肉屋の大将に言われたアンテナが張って、俺は絶対プロになられへんって分かったから。でプロになる人って俺がなられへんって思ってる人間以上何倍も言うたらプライベートで練習とかしてるわけやん。絶対に言わんで、俺練習してるとか言わんで、けど練習してるからプロになってるわけやん。プロは絶対なられへんって分かって、それがやっぱ屈辱じゃない目にしめたことを経験してた上で、その焼肉屋の大将にその目先の金見んなって言われたとこはそこやねんな。サッカー選手が中川さんの鍛冶屋さんで成功しようとしてもできる人もできひん人も絶対多いわけで、だから自分に合うジャンルをある程度だからいろんな世界を知ってね、そうやな、選択肢を見つけて、その中で頑張って、っていうのがやっぱり大事ですね。いやでもだからそれはだから俺
堺市の今でいう近い若い子たち、若葉会とかあれやんか、ああいう子たちには俺はそれを伝えていきたい。見本って言ってあれやけど例になれる人間になりたいなと思うな。自分だけの会社じゃなくて、堺市の職人たちも頑張ったらこうなれるんやでっていう色を出しとかんと意味ない業界になってまうやんか、それをやっぱ俺はつくづく思ってるな。若葉会の会議とかでも一昔前に比べたら人に会いやすいじゃないですか。そうやな、それめちゃくちゃなんかこの時代の特権やと思うんで、それでいろんなことを見てで自分に合うことを選んでやるときは思いっきりやってそうね、楽しむときはめっちゃ楽しいんだよね。結構おもろいんですよねこれ、そのしんどいはもちろんあるんですけど、と同時になんかグワーってやってるのめっちゃおもろいじゃないですか。だから俺のいつもの普段の人間見てるやん、仕事に来たちゃうからよ。違うあんなめっちゃ働くからって思いましたもん。マジで俺休憩せえへんから、仕事は中はそうですね、オンオフはちゃんとするから。いや僕あれ見てちょっと気引き締まりましたでもさ、やっぱり俺結構配達とかいろいろ行ってる中でやっぱ結構外でゆっくりしてる職員めっちゃ見んねん。俺そういうの絶対せえへんから、まあそれで俺のその姿勢を弟子の子ら見てるから、その子たちももうめっちゃちゃんと働いてくれるし、メリハリそうメリハリ、ほんま大事ですね。そう休憩するときはしたい、やるときはちゃんとみんなでやろうみたいな。そうですね。親方がサボってたら絶対弟子もサボるやん。だから清水君もな言ったらこの4月からこう動き出して弟子雇う時期が来るやん、その姿勢だけは絶対見しといかんと、一発目にそういうだらけてる姿を見せてもらったらだらけるから弟子は。それは見せん方がいいんちゃうかなって思う。ありがとうございます。まあ僕今フラフラしてるように多分見えてると思いますけど。いや見てる全国各地行ってるやん、ちゃんと見てるやん。今まで以上にやっぱりその仕事と生活の切れ目がなくなっちゃう、メリハリっていうところから言ったら逆になるかもしれないけど、ずーっと仕事をしてるし、寝る前まで。そうやろ。子供らと遊びながらもなんかちゃらちゃらとメール返すみたいな、今までやっぱその会社員として働いた時ってやっぱ仕事の時間に全部まとめたかったみたいなあるんですよ。なんか仕事であり生活っていうのがもうほんまにぐちゃが混ぜになってて、なるよ。そうだからそれがなんか結構心地いいんですね僕。そうやね心地いい。そうやね。寝る前まで明日の仕事の段取りとかそう考えて幸せのまま寝んねん。なんかねメリハリもありつつこの CM ですからなんか矛盾してるようで結構気持ちいい感じがすごく、いやそれはやっぱ独立したからちゃう。そうだと思います、やっぱ雇われやっぱ気持ちが楽やもん。そうですね。守られてる方やから。なんかやっぱその雇われてるからこそそこはきっちり分けなあかんっていう考え方もなんかちょっとあって、そうなんですよ。今はだからすごくあの時もあの時で楽しかったし、今はまた違う楽しみがあるし、経営者は経営者の苦しさもあるし楽しさもあるし、従業員は従業員の時の楽しさもあるし、苦しさもあるし、それはもうやっぱほんまにそれね思いますね。いやほんまにそのむっちゃ回してんすよこれ。多分2時間とかで聞かんすよ。ほんま。そうやな、ほんまやな。3時45分。でもちょうど2時間よ。俺これマジ編集するの嫌やもん。今2時間よ。でしょ。今で2時間よ。いやでもめっちゃおもろかったし話。ほんま？いやでもこの動画を作るコンセプトって一番やっぱり伝えたかったのは僕らも若いけどもっとこれから入ってくる人が今いてる若い人たちの何やろ着火剤になるというかモチベーションガーって上げて盛り上げたいっていうのがやっぱりあるじゃないですか。それのために作った動画というか話し合いさせてもらって集大成の一個の形と僕は思ってるんですよ。ライバルが欲しいの俺は。中川さんはライバルが欲しい。ライバルが欲しい。お前らはよ来いと。上から言うのはやけどいやでもそうですよ。下の子らに対してはやっぱ上からやし、いやそれは上はいてますよ。でも同世代のなレジェンドたちはまた別じゃないですか。僕ら中川さんもそうだし僕もそうだし、また一個レジェンドたちとは違う地位を確立してると思うんですよ。なんでその下の子たちに対してやっぱりその横綱相撲みたいな感じで構えとかなあかんところ絶対あるんですよ。
で超えていってもらうのが僕らの役目といか、そううライバルが欲しいねん。僕はまだ正直超えなあかんと思ってるハードルがいくつかあるので、あ、それ俺もあるね、あるあるある。それもそうやし、下の子たちに抜いていってほしい、抜いていってもらいたいという気持ちもあるし、この話が後に残っていってほしいですね。響いてくれたら嬉しいな。ね、めちゃくちゃ面白い。僕はめっちゃ面白かったし、こんだけやったら痛風にもなれますよね。今痛いからいや、俺食っている店は全部俺の使ってくれてるお店に食べに行くっていう恩返しじゃないけど、いや、そうさっきも言うて、それこそ仕事と生活がごちゃ混ぜになってるってまさにそのことやと思うし、僕も僕でまだその工場準備段階なんで、これから頑張って、どんなちょっとなんていうの戦略じゃないけど、これからもいろいろ考えていきたいと思いますし、それこそ中川さんとか仲良くしてもらっておいでくるとか、今行かせてもらったメロンさんとかで、僕を育ててもらった山脇さんとか、いろんな人と関わりながら面白いものを作っていきたいと思うんでな、ね、お互いで頑張りましょう。頑張ろう頑張ろう、これからありがとうございます。こちらこそ。八面霊郎の、YouTube 初清水正也と中川内浜の中川聡さん、これからもどうぞ皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ボッチャス